回は無料公開している副工房の型紙ナンバー4ハンサムワイドパンツを前ファスナー着にする方法を型紙と縫い方両方で説明をしていきます。またハンサムワイドパンツに限らずこのやり方でリフォームなどにも役立ててもらえますし、あと一から製造する場合などにも役立ててもらえますので、最後まで見てもらえたら嬉しいです。ハンサムワイドパンツの特徴として、前ウエストをすっきりさせるために前はベルト始末で、後ろのみゴムを入れています。前をベルトにしてすっきりさせた分、ぐるりゴム入りに比べてウエストが小さくなるので、体型によっては履きにくくなることも出てくることもあると思いますので、前開きの始末にする方法を説明をしていきます。それでは型紙の修正をしていきます。まず後ろパンツから修正をします。この型紙は前はベルト始末になっていて、後ろのみでゴムを入れていたんですけども、前開きがあるのでゴムでのゆとりを多く入れなくても良いことになりますので、少しでもすっきりするように後ろウエストで脇の方で 1.5 センチカットします。だいたいウエストから30センチの位置で 1.5 センチ、とりあえず薄い線で直線でカットしておきます。これだとちょっと急にカクッとなって、この辺がカクッとなってしまうので、だいたい真ん中ぐらいで3ミリ膨らますようにしてもう一度ラインを描き直します。つながりがいいように3ミリ出たところを通ってウエストに 1.5 入ったところにたどり着きます。これぐらいのカットであれば前とのつながりを今ちょっと見ています。そのままでも大丈夫そうなので、これに縫い代を1センチつけてください。後ろのパンツのウエスト寸法が小さくなったので、ベルトでも小さくしておきます。これは後ろ中心で 1.5 センチカットすればいいです。ベルトの型紙は後ろ両身で入っているので、中心から 1.5 ずつカット、合計で左右合計で3センチカットということになります。これでこの部分はこう畳んでテープで留めておいたら良いです。これで後ろパンツは修正が終わりました。次に前パンツの型紙を取っていきます。これは、部分縫いなんですが、一般的に多い左身が上前になるように型紙を作っていきます。右でも左でもどちらでもいいんですけど、ジーンズなんかはほぼ左上前で作られています。右利きの人はこういうふうにファスナーの上げ下げがしやすいです。で、作る型紙なんですが、上前、左側の上前の見返し、あと右側から持ち出ているこの布、この端が輪になっていて、
二重になっているんですが、この持ち出し布、あともともとは輪で作ってあったんですけど、空きができるので、左側の方は前中心から縫い代、右側の方は前中心から持ち出しのついたベルトを作っていこうと思います。まずは最初にこの左上前の見返しを作っていきます。このハンサムワイドパンツはもともとのところに、これは飾りのステッチで、飾りのステッチのための当て布として作っていた見返しなんですけど、これはこのまま使えそうなのでこのまま使っていきます。このステッチの幅なんですけど、このハンサムワイドパンツは少し大きめにこうデザインとしてここのステッチの幅を大きめにしたかったので4センチを取っているんですが、一般的に多いのは3センチ幅ぐらいのステッチが多いと思います。そしてこの空きなんですけども、だいたいヒップあたりにあればパンツでもスカートでもこうヒップが通るので履きやすい位置っていうことになるんですけど、パンツなんかだとその位置まではだいたいこの線が、ここのピュンとこの長い線が直線になっています。でこのヒップ下からちょっとこうカーブになっているんですけど、その下端カーブに差し掛かる下端ぐらいが一番理想的なこの止まりの位置です。ただこの位置でいくと、このハンサムワイドパンツは股上30ぐらいなんですけど、ジーンズなんかだったら21とか22とか23とか、だいぶ股上が浅いものになってきて、同じようなこういうファスナーを使うのってちょっと難しいので、理想で言えばお店で下止まりをファスナーの開き口に合わせてつけてもらうのが一番いいんですけど、なかなかぴったりと合うファスナーがないっていうことが多いと思います。そういう時にはもう上止まり、下止まりは変えないんですけど、上止まりはベルトの中に入れてしまっても良いです。今回はそういうファスナーがないので、上止まりはベルトの中に入れて作っていこうと思います。通常だとウエスト位置から5ミリ下に上止まりの位置を持ってくるんですけど、先ほど言ったみたいにベルトの中に入れるので上止まりはつけません。下止まりはこの縫い止まりよりも1センチ上にファスナーの下止まりを持ってきます。ここが、ファスナーで、その1センチ下が縫い止まりにします。でこの見返しにも、ファスナー止まりのもう1センチ上にファスナー止まりの合い印をつけておきます。これであと、前パンツの方はここの縫い代を5ミリほど出します。5ミリ出すのはこの下の縫い止まりよりも1センチ長く出しておいてください。この5ミリの縫い代は
何かというと、この左下前中心よりも5ミリほど出して縫います。この縫い目が隠れるためなんですけど、出して縫う分をここで出しています。で、左上前の方にはそれは必要はないので、この型紙は2枚重ねて、もうここも出して裁断した後に、左側だけこの斜線の5ミリの部分はカットしてください。次に持ち出しの型紙を作っていこうと思います。この幅なんですけども、このステッチ幅よりも5ミリほど広い幅で取っていこうと思います。これで、このファスナー止まりからウエストまでの長さが今 19.6 あります。19.6 よりも長い線で 4.5 センチ幅で2本線を引きます。ここは輪になるところです。これをこういうふうに型紙に、前身頃の型紙にこういうふうに当ててもらって、まずウエスト位置はこのままここで直角で良いです。で、縫い代が1センチ上につきます。そしてこのファスナー止まりと縫い止まりを移します。移したらこのカーブを直線でつなぐような線を引きます。だいたい輪の方に向かってカットするような形になってます。形がだいたい合っていれば良いです。で、ここから縫い代を、この下端は1センチ縫い代がついてるんですけど、これを隠すぐらい長い方がいいので、これは位置ついているので 1.5 センチつけます。そしてここは厚い生地の時はロックのまま、このまま裁断してロックでいいんですけど、厚くない生地の時は中縫いした方が綺麗なので、さらにプラス1センチつけます。これでこの端は1センチの縫い代をつけて、あとここは輪なので反転しておきます。こちら側にも合い印を打っておいてください。これで持ち出しの型紙ができました。こういうふうに輪になるんですけど、これで見たら分かるように半分よりこちら側が表側になります。次にベルトの型紙を取ります。ベルトの型紙はこの前中心で分かれるので、前中心に線を入れます。一旦ここで紙を切ります。右上前の方は前中心線から縫い代分がいるので、ここから1センチつけていきます。
テープで貼ります。ここが出来上がり線で、縫い代を1センチつけます。これが左前のベルトになります。次に右のベルトを作っていきます。右のベルトは中心から出す分の5ミリと、あと持ち出しの 4.5 を足した5センチ持ち出しをつけていきます。これでちょっと紙を貼ります。ここから延長に5センチ平行に出します。これが右ベルトは持ち出しを5センチ出して縫い代を1センチずつつけました。これで上前の見返しと下前の持ち出し布と左右のベルトが完成しました。この仮留めをした持ち出しを返しを今回はこのフラットニットファスナー縫い代は裁断をしてきました。これは前パンツのミリで縫い止まりの位置に合い印をついています。服工房ではこのような洋裁本を出しています。洋裁本にある服の作り方を詳しく YouTube で出しています。この本で服作りが好きになって楽しんでもらえたら嬉しいです。